皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、夏休みに入ってね、学生さん休みがね、あると思うんですが、そんなね、休みの中にあるイラストのおすすめ練習方法、写真を使ってパースの感覚を育てようという内容をね、紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見てイラストの練習方法として参考になれば幸いです。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは今回は写真を使ってパースの感覚を育てようというね、内容をやっていきたいと思うんですが、僕のこの動画の中でですね、結構写真使って何かにしてっていう話は出てくると思うんですが、今回は写真を使ってパースの感覚ですね、を育てたり、背景を描く、イメージをですね、養うための練習になります。で、なんで写真なのかっていうところなんですが、イメージで描く、なんとなく頭でね、考えてこういう形にして、ここに置いて、これを何して、こう配置してってやつより、何か写真があった方がですね、やっぱり感覚的に理解しやすいんですね。で、しかもですね、これは個人差があると思うんですが、現実世界のもの、3D でぐるぐる回すのも全然いいと思うんですが、それよりもですね、現実世界にあるものをですね、こうやって見たものをパッパッパっていろんな角度から見る方がですね、感覚的に分かりやすいのかなと思います。個人的にはね、分かりやすいので、僕はこういう実際のものを写真撮ってそれを使うっていうのをお勧めしております。で、箱の写真からですね、イラスト化してみようっていうのが2個目であるんですが、いろんな写真を、撮れると思います。例えば家具屋さんに行って家具の写真を撮って家の家具の参考にしようとかいろいろあると思うんですが、やっぱりね、家の中で簡単に撮ってそれを使って練習する方がですね、やっぱりめんどくさくない方が続きやすいので、箱の写真、箱っていうか四角ですね。の写真からこれをイラスト化してみるっていうのがですね、一番おすすめの方法となります。この箱からですね、ビルとか家具に形を変えていってイラストを描いていきましょうという形ですね。これも過去の動画でですね、箱を描いてそこからいろいろ変形してみようみたいなのをやっておりますので、ぜひそちらもですね、見ていただければと思います。で、自分で写真を撮るのをおすすめしております。これですね、ネットで検索してそれを参考に書いてこの構図いいなっていうのも全然いいとは思うんですが、自分で先ほど言ったようにですね、写真をいろんな角度から見ることによって、アイレベルここにあるとこうなるんだとか、同じね、デザインのもの、同じ配置のものを違うアングルで撮るとこうなるんだ、みたいな感じのがですね、この一番上に通ずるんですが、感覚的に入ってきますので、ぜひ自分でですね、スマホを使って写真を撮ってみてください。今回のこの写真をですね、いっぱい撮っていろんな角度から見ることによってですね、やっぱり自分の中でですね、このパースラインここに引いていくんだとか、この角度で撮るとこっちになるんだみたいなですね、このパースの感覚っていうのがですね、養っていかれるかなと思います。やっぱりいろんなものを見て、いろんな、ここはパースラインこうなってるんだっていうのを意識することによって、やっぱり自分の中にですね、蓄積していきますので、ぜひぜひこの写真を撮ってですね、練習してみてください。じゃあどういう風にね、やっていくのかっていうのをちょっと具体的にやっていきましょう。まず写真を撮るですね。おすすめは箱物、四角のものですね。お菓子の空き箱とかでもね、サイコロとかでも全然構いません。で、大きさもバラバラでも全然大丈夫なので、いろんな箱、四角を、何個かね、用意する方がいいかなと思います。1個ですね。何個か用意して、これをですね、いろんな角度で撮ってあげましょう。今こういう感じで、ね、上から映ってると思うんですが、これを斜めから見たらどうなるかとか、これをね、回して横から見たらどうなるかとか、こんな感じでですね、同じ形、同じ配置でですね、違う方向から見るとですね、結構違う絵面がね、浮かんできます。なので、写真を撮るときですね、まず並べてあげます。で、並べるときに最初に何を描こうっていうのをちょっと意識してあげるといいかなと思います。今回はビルのですね、並んでる、街並みというか、街の風景を描いてみようかなと思ったので、これをビルに見立てて並べております。ちょっとね、高いビル2個重ねてね、高いビルとか作ったりとか、ここら辺は同じ角度じゃないものも置いてますね。これ分かりやすいのこれかな。これはこっちを向いてるんですけど、これはこっちをね、向いてるよと。いう形で一つの画面の中に違う角度で置いてたりします。これ多点透視図法になるので、全部同じ角度で並んでると一つの VP で足りるんですが、何個かですね、向きを変えてあげると何個か VP が必要になってくるので、この辺もですね、実際に写真撮って見てみることで分かりやすいかなと思います。で、こういう感じで写真撮った後にですね、全部同じ配置だったんですけど、見るとね、全然違うと思います。例えばこれとかだとアイレベルこの辺かなって。で、アイレベルっていうのは自分の、これ写真を撮った場合は、スマホの位置だと思ってください。スマホをね、この辺に置いて撮ったのかなとか、これはちょっと上から撮ってますよね。上から撮ってますので、スマホを上の方にね、置いて撮ったのかなっていうのがわかるかと思います。
なので、こういうのを見ることによって、この辺がスマホ置いてたからこの辺がアイレベルになるんだなっていうのがかなり直感的にわかるんじゃないかなと思います。これとかもすごい上に置いてるんで、多分ね、この辺りかな。結構上の方になるかと思います。こんな感じでですね、なんか上下。これとかね、ちょっと下の方から。下でもないな。真ん中ぐらいかな。ただね、当てたりとか、これもちょっと上からですね。こんな感じでですね、やっぱりアイレベルっていうのがね、わかりやすくなるかなと思います。ここもですね、パースを直感的に感覚を養うためのポイントだと思いますので、写真を撮る際に、漠然と撮るだけじゃなくて、いろんなアングルで撮るときに、どこにアイレベルを持ってこようかなっていうのを少し考えておくと、さらに効果アップかなと思いますので、そこはね、重要に考えてみてください。で、この写真撮った後ですね、これどうするのっていうと、もう次で終わりなんですが、これイラスト化して終わりになります。今回これですね。これを、こういう感じでイラスト化しました。簡単ですよね。自分で撮った写真を好きに使ってるだけなので、こんな感じですね。さっき撮った写真をちゃんとアイレベル、どの辺にね、収束していくんだっけなっていうのは考えながら、窓とかね、描いてあげてください。こんな感じですね。で、この辺に道があったら面白いなってところに道を入れて、で、この辺もですね、でっかいパラソルとかね、あったり、街路樹がでっかいのがあったら面白いだろうなっていう形で、自分の中で想像してあげた街並みを描いていってあげると。で、足りない部分ですね、奥の方とかは、パースに合わせてですね、こんな感じで、ビルを描いてあげるだけで、それっぽくね、なりますので、ちょっとこれね、一点投資になっちゃってますが、奥の方は。こんな感じで、好きなようにですね、置いてあげることで、それっぽいイラストはすぐ描けると思います。あとはですね、これをアップにして、これぐらいの角度で撮ろうかなっていう形でトリミングしてあげれば、一枚イラストのね、当たりとしては十分使えるものになるかなと思いますので、写真を撮って、それを参考にして、下にね、引かなくても全然いいんですけど、それを使ってイラスト化するっていう流れをですね、ぜひやってみてください。で、もう一個ですね、イラストする前にですね、こんな感じで、一度ですね、このパースラインを引いてみてください。例えばこの四角ですね。この四角はこっちに収束してるんだなっていうのと、こっちに収束してるんだなってことは、アイレベルはこの辺だなってですね。で、アイレベルここってことは、僕はここから写真撮ったんだな、みたいなのがね、わかるかと思います。なので、ここから写真撮ってて、で、こっちに収束してると。で、こっちの方はですね、もう一個の方は、違う角度になってますので、アイレベル上はね、同じアイレベル上なんですが、ちょっとずれてますね。本当はここなんですけど、ここにね、収束しているなとか、こっちに収束しているなってことですね。という形で、角度が変わるとですね、同じアイレベル上の違う場所に VP、小視点が作られますので、それもですね、理解しやすいかなと思います。でですね、こういういろんな角度で撮ったやつのいろんなパースラインを引いておくとですね、なんとなくですね、こう見たときに、この辺アイレベル、これ見たときに、この辺アイレベル、これはこの辺アイレベルかなとか、これはこの辺かなとかですね、見ただけでですね、なんとなくアイレベルの位置がね、わかるようになってくるんですね。なんとなくですけどね、感覚的にわかるようになるかと思います。それがですね、パースの感覚に近いのかなと思いますので、そういう感覚を養っていくと、パースラインなくてもですね、なんとなくそれっぽいですね、それっぽい絵は描けるかと思いますので、そういうのがね、描けるようになってくると非常に時短にもなりますし、ラフとかね、描きやすくなるのかなと思いますので、ぜひそういうですね、パースの感覚を養って、もっと気軽にですね、背景描いていっていただければなと思います。で、今回の最後のね、ポイントとしましては、実際の箱で見るとパースの感覚がわかりやすいよってやつですね。これですね。やっぱりこの辺がね、ちゃんとあるやつ、まっすぐなやつをね、おすすめしております。これがね、斜めになったりするとわかりやすいですね。どっかにこう、収束しているっていうのがね、わかりやすいので、実際の箱を見て、くるくる回して、アイレベルと、パースラインとね、考えてあげると感覚的に分かりやすいかなと思いますのでお勧めしております。で、またパースラインを引いてですね、実際に確認してみましょうっていうのは先ほどやったこれですね。写真撮るだけじゃなくてそこからパースラインを引いてあげて、そのパースラインを使ってビルとかをね、書いてあげたりするとよりパース分かりやすくなるかなと、感覚的につかみやすくなるのかなと思いますので、最初ですね、本当に初心者の方とかはパースラインを引いて確認をね、することをお勧めします。で、被写体は単純なものにした方がいいかなと思います。こういう四角のやつですね。ぐにゃぐにゃね、したやつとかすごいね、難しいんです。例えばこういうのとかね、もう最初から写真撮ってあげると、これどこにね、こんな曲線とかね、難しいなとか、円とか難しいなとか思うので、こんなね、難しいのは最初は使わない方がいいです。
四角。もう四角をね、使えば、大体何にでもね、変化できますので、四角をね、僕はお勧めしております。なので、下材は単純なものの方が分かりやすいかなと思いますので、簡単なものとか分かりやすいものを使うことによって、難しいっていう考えがね、なくなりやすいのかなと思いますので、できるだけ簡単なものを使って楽しんでですね、背景の練習してみてください。というわけで今回は写真を使ってパースの感覚を育てようという話でした。今ですね、大型の休みがちょうどある時期なのかなと学生さんはですね、思いますので、パースね、始めたいとか、パースの練習どうすればいいんだろうとか、なんとなくでいいからパースの感覚も背景の感覚をね、掴みたいっていう方は、この練習方法をぜひ試してみてください。今回の動画が良かったよ、参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト等販売しておりますので、そちらも概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。